テスラの第3四半期の決算がいよいよ現地時間の10月22日に発表されます。今回の決算はこれまでの延長線ではありません。売上はプラス成長。しかし利益は 30% 近く減少というまるで相反する数字が並んでいます。この矛盾の中にテスラがどんな未来戦略を描こうとしているのか、そこが今回の決算の本質になります。おはようございます。ケンです。今日は Q3 の決算予想についてお届けします。まず今朝のテーマははっきりしています。それは AI とロボタクシーの時代への橋渡しになるのか、それとも停滞の兆しなのか、今日は僕の視点も踏まえてテスラの現状と次の一手 Q3 がどうなるのか、ここについて見ていきたいと思います。まずは今回の数字から整理していきます。S&P グローバルの予想によると、テスラの Q3 の売上高は 265.75 億ドル、前年同期比でプラス 5.53% の成長です。しかし EPS、つまり1株当たりの利益は 0.437 ドルと前年から約 30% も減少する見込みです。売上が伸びているのに利益が減る。この減少の裏にはマージン、つまり利益率の圧縮が続いているということがあります。要因はいくつかあります。まず EV 市場全体での価格競争の激化。中国では BYD や NIO などの新興勢力が勢いを増し、欧州でも価格引き下げ合戦が起きています。テスラはその中でシェアを守るために販売価格を何度も下げてきました。それが短期的に利益を削る最大の要因です。さらに新品コストの上昇や為替変動も重なっています。一方でエネルギー部門、パワーウォールやメガパックなどの蓄電事業は成長しているものの、自動車販売に比べるとまだ全体の規模は小さい。結果的に売上は回復基調でも利益率は依然として厳しい局面にあります。ムームー証券の AI 分析によると、今回の決算について上振れの可能性は 50%、下振れの可能性も 50%、つまり市場の見方が完全に割れているということになります。上振れを期待する側は主に生産拡大と新モデルの投入、これを評価しています。メリウスリサーチはロボタクシー構想やエネルギー事業の伸びに注目しており、ウェドブッシュのダン・アイブスさんも FSD 完全自動運転の進展を高く評価しています。彼はテスラは AI 企業への変貌の初期段階にあると強調しています。一方で、下振れを懸念する側も根拠があります。ウェルズファーゴは EV 市場での競争激化、中国でのシェア低下を懸念しています。HSBC は販売台数の減少とマージンの縮小が続けば、利益は想定以上に下がると指摘。さらに UBS はアメリカと中国の貿易摩擦による部品調達コストの上昇をリスク要因に挙げています。では次は僕の分析なんですけれども、テスラの現状を一言で表すなら、売上は回復、利益は遅れている。このフレーズにつきます。2025年の第一四半期に EPS はわずか 0.12 ドルまで落ち込みました。しかし、そこから徐々に回復し、今期は 0.43 ドルまで戻す見通しです。つまり利益の底はすでに打ったと見ていいでしょう。ここで出てきた EPS という言葉を簡単に説明しておきます。EPS っていうのは Earnings per Share の略で、日本語では1株当たりの利益と言います。つまり企業が稼いだ利益を発行している株の数で割ったものです。例えば、会社全体の純利益が10億ドルで株式が10億株あった場合には EPS は1ドルになります。この数字が高いほど1株当たりどれだけ利益を生み出しているのか、これを示すもので、投資家にとって企業の稼ぐ力を見る重要な指標です。テスラの今期 EPS は 0.437 ドル、前年よりも約 30% 減っているというのは、つまり1株当たりの利益が3割減ったという意味になります。ただ、ここで重要なのは、その回復の中身です。テスラは単に販売台数を増やしているわけではありません。AI、完全自動運転、ロボタクシー、そしてエネルギー貯蔵という
これまでとは異なる事業モデルへとシフトしています。今のテスラは価格競争から AI 競争へと軸を移している最中なんです。つまり短期的な利益を削ってでも AI と自動運転のインフラに全力投資している。その構図が EPS の減少という数字に現れているとも言えます。ウェドブッシュの分析ではテスラの AI 投資額は年間で約100億ドル規模です。道場スーパークラスターニューラルネットの強化、FST バージョン14のリリース準備など AI を軸にした成長戦略が着実に進行しています。一方で、フォードや GM は EV 事業の投資を縮小し始めています。つまり、業界が守りに入る中で、テスラは依然として攻めの姿勢を崩していません。エネルギー部門にも注目すべき変化があります。メガパックの受注は過去最高レベルに達し、パワーウォールの設置件数も右肩上がり。特に家庭用蓄電池市場では、テスラが電力インフラ企業としての存在感を高めつつあります。この部門が安定的に利益を出し始めれば、テスラの収益構造は大きく変わります。つまり今のテスラは自動車メーカーではなく AI とエネルギーの複合企業に進化している。この構造転換の途中にあるため、利益が短期的に揺らいでいると見るんです。では、ここで未来への示唆を見ていきましょう。今回の決算で最も注目すべきは、数字そのものよりもイーロン・マスクさんが語るストーリーです。FSD の進捗、ロボタクシーのロードマップ、そして人型ロボットオプティマスの商用展開。これらが決算説明会でどこまで具体的に語られるのか、それがテスラ株の方向性を決めると言っても過言ではありません。もしイーロン・マスクさんが2026年にロボタクシーを実運用へと明確な言葉で示せば、市場は再びテスラに AI プレミアムを織り込むでしょう。しかし逆に曖昧なメッセージにとどまれば、261倍という現在の PER の水準は期待先行として見直される可能性もあります。そしてここでもう一つ、よく出てくる指標、PER についても簡単に説明しておきます。PER っていうのは、プライスアーニングレーションの略で、日本語では株価収益率と言います。これは株価がその会社の年間利益の何倍に当たるのか、これを示す数字です。計算式はシンプルで株価を先ほどの EPS で割ったものになります。例えばテスラの株価が100ドルで1株当たりの年間収益 EPS が1ドルだとします。この場合は PER というのは100割る1をするので100倍になります。つまり今の株価100ドルっていうのがその会社が1年間で稼ぐ1ドルの利益の100倍の値段で取引されているという意味になります。一般的に PER が高いほど将来の成長を期待して買われている株とされています。逆に PER が低いと割安あるいは成長性が低いとみなされることが多いんです。テスラの場合、現在の PER はなんと261倍です。つまり市場はテスラが今後大きく利益を伸ばすことを前提に株価をつけているということになります。この数字っていうのは通常の自動車メーカーとは桁違いです。例えばトヨタやフォードの PER は10倍台、GM はおおむね5から10倍程度です。それに比べてテスラはまさに未来を買われている企業と言えます。ではここで一つ整理しておきましょう。現在のテスラの PER は261倍、PSR 売上高倍率は15倍を超えています。つまり市場はすでに未来の利益を先回りして評価している状態です。言い換えればテスラは今、結果よりも物語が求められているという見方もできます。AI 時代の主役としてどんな未来を描くのか、FST がどの国でどこまで解禁されるのか、ロボタクシーのビジネスモデルがいつ収益化するのか、これらの未来の約束、これが今回の決算の中心テーマとなるんじゃないかと思います。では、ここで僕から質問があります。皆さんは今のテスラの戦略をどう見ますか？短期の利益を優先すべきなのか、それとも未来の AI 派遣にかけるべきなのか、僕はこう考えます。今回の決算は単なる収益の底ではなく AI 時代への入り口です。この数年の利益の低下は未来への投資期間に過ぎません。テスラは AI、ロボティクス、エネルギーという3つの柱を通して10年後に利益構造そのものを変える企業へと進化しようとしています。もちろんその道のりは平坦ではありません。
競争相手は増え、規制の壁も厚い。しかし、イーロン・マスクさんがこれまで成し遂げてきた変革を思い出してみてください。ロケット産業、自動車産業、そして今は AI 産業です。テスラはその最前線にいます。はい。ということで、今日はメディアの方で報じられている Q3 の予想分析を整理し、僕なりの視点も加えて、今回の Q3 について解説しました。次は現地時間10月22日の決算発表の翌日に、また決算の結果をまとめて YouTube でお届けしていきたいと思います。そして実際の数字、マージンの変化、そしてイーロン・マスクさんの発言をもとに、テスラはどこまで AI 起業家が進んだのか、こちらについて詳しく分析していきます。数字の向こうにある物語、これを共に追いかけていけたらと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は上昇し、現在446ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。追伸です。ロボタクシーではないですか？テスラのシェアカーは日本でも始まっています。それが僕テスのトシさんが運営しているボクシブシェアです。僕もこの事業は素晴らしいと思っていて、お手伝いをさせてもらっています。ぜひ旅行に行かれたり、ちょっとテスラを試してみたいなと思われたら、ボクシブシェアでテスラを借りてみてください。すべてのステーションで使えるわけではないですが、県15のクーポンコードを使うことで 15% オフになります。これは将来的な日本でのロボタクシーに向けての取り組みでもありますので、ぜひどんな感じなのか、テスラが最初からこのようなことができるような仕組みになっていると驚くとも思いますので、機会があれば試されてみてください。また、ご自身のテスラを売って、新しくテスラを買い直したいと思っている方もいると思います。その場合、同じくボクシブのサービスであるライトニングを使うといいと思います。ライトニングならご自身の車を出品した状態で自分でも乗れますし、あとは圧倒的に高く買い取ってもらえます。この理由ですが、興味のある方は概要欄にライトニングのサイトのリンクを掲載していますので、そちらの方からご確認されてみてください。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。